はいどうも、島根県でするとこけです。大会まで残り4日前になっております。今日火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、5日間ですね、続きました。まず白湯とビタミンを飲みます。今はね、ウォーターローディングっていうのをちょうど3日前か2日前か、今日で3日目なんで2日前から一応やっておりまして、トレーニングない日のね、土曜日から始めて、土曜日は筋トレがあったんで結構で、ウォーターローディングっていうのが、水を今7リットル飲んでるんですけど、7リットル飲んで大会前々日とか前日から抜き始めて、こう体がこう利尿作用をもたらすっていう感じで、当日にかなり水が抜けていくみたいなっていうので、一応今回初めてウォーターローディングっていうのをやっております。なのでね、水を7リットルか飲んでるんで、トレーニングある日はね普通に意識したらいけると思うんですけど、ない日だとね、なんかあんま汗もかかないし、それは結構きついです。でこれシナモン、これセイロンシナモンっていうので、クマリンっていうこう毒素が入ってなくて、いくらか食べてもいいですよっていう。皆さん使ってるのが多分調理で使ってるやつ、基本的には、ちょっと高いんですけど、普通の人はこっちの方が本当に体のためっていう意味でこれインスタントコーヒーなんですけど、これもこだわりがございまして、マウントファーゲンっていう、ちょっと有名なのかもしれないですけど、オーガニックフェアトレードのインスタントコーヒーになってます。で多いお茶の伊藤園の緑茶もね、すごい脂肪燃焼効果あって、カテキンっていうやつを買っていいです。でこれが前紹介したのオイルの原子力のジャネフのここのオイルの色と種類あるんで、また見てみてください。僕もちょっとなんか和風とかも試してみようかなと思ってます。でコーヒーを飲みながら、今日はねトレーニングがいる日なんでちょっとゆっくりできないんですよ。朝から腕トレがあるんで、そのために全部ねサプリメントとかをねこういうふうに夜のうちに全部作って、ブータウラニンっていうやつとシトルリンとアルギニンを、あとコーヒー、これで興奮作用剤ですね。正直言うとトレーニングの質を上げるというか、目を覚ますみたいな。まずこんな感じでこれをね3つ飲んで、他は緑茶とコーヒーで、あと白湯で全部で7リットルって感じです。でまた今日の一日を見ていただければと思います。さっき体も朝一の体取りまして、一応今回74.7で最小値になってますんで、また見ていただければ。でウォーターローディングしてるんで、さすがにちょっとむくんではいるんですが、結構6リッターを飲んでるのにかかわらず体重が減ってるってことはいい感じになってきてますね。昨日2日前はもっとむくんで体重もかなり増えてたんですけど、やっと体が適応してきて、めちゃめちゃいい傾向かなと思います。あと2日間続けて、木曜日に移動するんですが、木曜日に水を7リットルから3か2にして、前日1リットルぐらいにして、で当日はもうほぼ取らない、ちょびちょび、本当にちょびちょび飲むみたいな。で大会の当日に300か500ぐらいを一気に取るようなイメージでパンプアップさせていきたいと思います。朝は腕トレ、昼は肩トレなんですよ。では腕トレ行ってまいります。今回はねかなり筋肉量が残りましたね。正直絞りきれてないんであれなんですけど、でも12月17日は必ず絞り上げるっていうのが今回の目標ですね。11月25でもポージングも僕の持っていける最大限、水分調整、塩抜き、ポージング、パンプアップ、ここら辺を全部最大限でやっていって、どこまでの結果が、どこまでの体を作り上げてるかっていう感じですね。楽しみです。かなり見といてください。応援よろしくお願いいたします。はい、今トレーニングから帰ってきまして、ちょっと動画は撮れなかったんですけど、腕トレですね。ラストの腕トレで、今日またラストの肩トレがあります。でまた紹介しますね。今6時
40分ぐらいかな。野菜、インゲン、キノコ。一緒っすわ。一緒。アーモンド。1、2、3、1、2、3、4、5、7、8、9、9個。10g でするとね、脂質が 6g ぐらいになるんですけど、だいたい1食 7g ぐらいで抑えようかなと思ってるんで、そう考えるとオリーブオイルをね、2g ぐらい使って、胸肉もなんか脂質調べたらね、やっぱり脂質ちょっとあるみたいなので、ちょっとアーモンドの量を最近減らしてます。で、これが6茶。ウォーターローリングがね、ちょっときついですね。普通に食べていきたいと思います。朝はね、米基本150、一食150にしてるんですけど、最近は朝 120g にします。ヨーグルト。朝はね、ヨーグルトがあるんで、米を120にします。普段150なんですけど。いただきます。今ね、ウォーターローディング、朝にも話したんですけど、してて、何リットルぐらい飲んでるんですけど、その分やっぱ排出されてしまうんで、塩分とビタミンは、なるべくちょっと多くとって、塩分は1日 13g ぐらい。だいたい平均がまあ6、7g ぐらいなんですけど、成人だと。倍ぐらい取ってるって感じです。ちょっと飽きてきましたね、これはね、もう毎回一緒なんで、これは。あと炭水化物と脂質が変わるだけなんですけど、前にもYouTube で、前の動画で話したんですけど、ちょっとね、25日終わったらちょっと、さすがに1回、チートをちょっとしようかなと思ってます、正直。はい。25日大会終わって、さすがに普通にチートします。4、5ヶ月、ちょうど5ヶ月か、食べてないんで、代謝も普通に落ちてるんで、で今回調整を、そんながっつりカーブアップみたいな感じで代謝をバコーンって上げたりとか、晴らすようなことしないんで、普通に原料食そのまま食べて、当日ちょっと牛肉食べるぐらいで、あえて大会当日終わった後に普通にもうキモいぐらい食べたと思うんですよ。で、代謝上げてまた日曜日から、もう次の日からまたスタートさせようかなと思います。なんかもう食べたいとかじゃなくて、もう絞れるんやったら別にいいんですけど、自分のメンタル的のケアにしても、大会終わったら、東京で好きなものをできるだけ食べたいと思います。別に食べん方がいいってなったら別に食べないんですけど、なんか感覚的にちょっと食べた方がいいなっていうので食べます。さすがにね、25日終わってから26日からトレーニング前はちょっと牛肉に変えたいと思います。タンパク源を変えたいと思います。さすがにね、ちょっと飽きますね。これはちょっと飽きますわ。5食毎日これは飽きます。さすがに。では、食べていきたいと思います。今からですね、2食目になります。9時23分になっております。8時半からオンライン英会話の方が始まりまして、9時に終わりまして、今、復習をしている途中になります。かなりね、もうなんか先生とかも一人固定で大体決まってきてて、その先生がいない時は、ちょっと違う教材使って違う、仲いい先生と、やるっていうような感じですね。で、最近ね、インディーズジャズっていうかジャズ系に最近ちょっとハマってて、朝一とか、運転してる時とか、有酸素してる時とか、ちょっとね、有酸素してる時いつも動画見てたんですけど、かなりなんか目を使いすぎてんのかわかんないですけど、バイト今してない分、ずっと家にいたりっていうので結構画面越しに動画を見ることが多いんで、目が疲れるんで、最近はジャズを聴いてます。ジャズ最高です。ジャズとコーヒーめちゃめちゃいい。将来でなんか思いついたんが、自分のジム作りたいのはもちろんなんですけど、結構最近は自分のジム作りたいなっていうのがすごいあって、プラス、なんかジャズとかそういう空間の、コーヒーの店をもうなんか作れたらいいなって最近はちょっと思ってます。はい。そこは後々のことなんですけどね。夢みたいなもんですわ。お金がしっかり稼げるようになったらそういう風にもうなんかしていけたらなってすごい思いますね。やりたいこととにかくいっぱいあります、今は。はい、2食目のご紹介になります。さつまいも、スイートポテト。今日ね、英語で習ったが、ヤームっていうね、なんか山芋みたいなやつがあるんですけど、一応海外ではさつまいもみたいなものなんですけど、日本のさつまいもとはちょっと違う、なんか根菜のなんか芋らしいです。ヤーム。さつまいもはスイートポテト。その情報いらんの？これ 180g。と、あと目玉焼きと胸肉 150g。ブロッコリー。
いつも通りですね。ちょっときついっすね。2部練きついっすわ。2部練というか、はい、朝起きてすぐ行って、はい。で、3食目終わってから、一応またトレーニング、今日は肩トレ、最後の肩トレになりますので、また見ていただければと思います。では、ちょっと食べていきます。最初いつもね、ブロッコリー食べることが多い、最初。目玉焼きをね、絶対半熟で作るんですよ。でちょっとなんかちょんちょんとつけて、合う。肉のこの感じ合う。でもね、食べながら、さつまいもがマジで、5食のうちの一番甘いというか、めっちゃ助かりますね。さつまいもをずっと朝まで食ってたら、多分さつまいも食うのめっちゃうまいですね。しかもすごい満腹感があるというか、食べ応えがすごいありますね。では今からこれを食べながら、オンライン会の復習したいと思います。途中まで今やってるんですけど、次の食事でお会いしましょう。はい、3食目になります。ちょうどね、10時半ぐらいから11時15分まで、昼寝をしてました。やっぱね、2部練ってなるとね、昼寝をしないと、朝も早く起きてるってことで、どうしても昨日もね、背中トレやろうとした時に眠たいというか、もう体がだるすぎて、なかなか動かなかったんで、今日はもうあえて、眠たくはなかったんですけども、あえて布団入って、無理やり昼寝をしました。っていうことですね。アーモンド8粒、7粒ぐらい。ココラ一緒、ブロッコリーと胸肉、あと米 150g。これを食べたいと思います。今日はね、ちょっと母親ずっと基本、神戸の方に、兵庫の方にいるんですけど、仕事の関係と親の介護の関係で、母親がね、23日、行くまでに、ちょっといろいろと準備をして手伝ってくれるということで、コーチングのことであったりとか、コーチングとかを基本的に見てもらうんですけど、細かいところまで基本動画とかをね、母親に送って見てもらってるんで、生でしっかり見てもらって細かく調整していくっていうような感じです。飽きた。もうそれも食いたい。自分につけまして、ラスト最後ガチトレをちょっと今からやっていきたいと思います。じゃあね、明日は内転筋とあと腹筋とあとカーフもちょっと足を軽く、内転筋はまあ普通にやって、内転筋とお尻は普通にやって、腹筋もまあ普通にやって、で他はまあ足関係を軽くエクササイズするような感じで、明日は1部練だけなんで、で木曜日の朝一に上半身全身を2、3セットずつぐらいやっていくような感じですね。では今から肩トレしていきたいと思います。ちょっと行きたくないとりあえずいつも有酸素10分最初やってるんで、体温めるために10分有酸素してから肩トレ終わって20分有酸素して家帰ってすぐ飯食いたいと思います。また飯の時に動画撮ります。お願いします。では行ってまいります。はい、肩トレの日になっておりまして、ちょっと肩トレをアフレコで説明させていただきたいと思います。まずですね、肩トレが僕めちゃめちゃ苦手なんですよ。一番苦手で、もう一番弱点が今肩が弱点になってます。で今これはダンベル、立ってのダンベルショルダープレスになってますね。はい。一番三角筋全部に入りやすいということでショルダープレスにしてます。ぜひやってみてください。でも安定するのにね、結構体幹が痛りするんで、腰痛い人とかはやめておいてください。はい。で、次、サイドレイズですね。王道ですね。このサイドレイザー。で、これ意識してるところが、基本的には、結構初心者の方あるあるなんですけど、こう手から上げてしまうっていうパターンが多いので、なるべく肩を起点にして、肘から上に上げるイメージでやってみてください。かなりスムーズに三角筋チューブに入ってくるんで。で、これね、今のフォームもね、僕またちょっと改善してるんですけど、僕の肩やとね、もうちょっとこれをね、真横じゃなくて前に振ってあげた方が、今僕後ろにスーンって流してるんですけど、それよりももうちょっと手を前にした方が、三角筋のそのチューブの上から下まで入りやすいかなっていうような感じですね、イメージ的に。僕の場合はですけどね。一般的なやり方は基本的に腕から上げずに、
チューブに入れるんであれば腕から上げずに肘から上げる。はい、これがコンディションですね。4日前か5日前かちょっとわかんないですけど、悪くはないですけど、ライティングが良すぎるところでこれなんで、ほんまに絞り切った体だと、三頭筋のところにも血管が出てくるんで、今僕肩のチューブと前腕とか、二頭筋しか出てないんで、まだまだですね。まだまだ絞りや12月17日には本当にね、そこまで持ってきたらいいんですけど、本当の絞り上げやと多分ね、まだまだなんし。はい。で、次、これがね、三角筋の後部になってます。僕はね、マシンでね、片方ずつやるのがすごい、ストレッチが、こう戻す時をすごい意識してるっていうような感じです。で、ある程度こういう風に触りながら、ちゃんと意識できてるかどうかっていう。これまだまだフォームがね、甘いですね。この種目やり始めてまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんで、ちょっと雑いですけど。で、最後に、両手で、軽めで、マッスルコネクティッドというか、つなげてあげるっていうようなイメージですね。最後に仕上げみたいな感じですね。これぜひやってみてください。で、次、アップライトローですね。一応全部、チューブ、後部、で、またチューブ持ってくるみたいなイメージで、僕の場合だと。やっぱり張り出しが弱いということで、基本的にはそうやってます。後ろから見たときにアップライトローもね、やっぱり結構こう僧帽筋、アップライトローって結構僧帽筋を使うんですけど、やっぱり背中が強くなった分、やっぱアップライトローは結構最近入るような感じですね。はい、これ後ろから見た時の感じです。はい。絞りが、甘いですね、絞りが。このね、背中の下ら辺はまだもう余裕で脂肪なんで、そんなことは言ってらず。一応こんな感じで、アップライトローも結構高重量で三角筋チューブを狙えるっていうような感じですね。どっちかというと。で、次が、ダンベル、インクラインダンベルローみたいな。ちょっと名前わかんないですけど。これね、背中を張ってしまうと、背中の方に入ってしまうんですけど、どっちかというと、背中に入れるんじゃなくて、ちょっと肘を、なんですかね、こう胸の方に持っていくイメージでやると、腕だけで引くようなイメージすると三角筋の後部に入ります。で、これもね、やり始めたばっかりなんで、ちゃんとちょっとまだ入ってないと思うんですけど、後ろから見ると結構ね、背中の大円筋がちょっと動いちゃってますけど、それはちょっとしょうがないですね。だから広背筋に入れるイメージは全くないです。肩の後ろ側に入れています。はい、次ですね。これ最後の種目で、まだこれ全部ですね。で、これ15キロのプレートでやってるんですけど、基本的にチューブ、全部とチューブに入れるようなイメージですね。特にそうですね。これ今重たいのやってるんですけど、これ今スーパーセット一応アップライトローの軽いので、僕やっぱり肩効かすのがほんまに下手で、やっぱりなかなかこういろんなバリエーション踏まえてやらないとちょっと入ってこないっていうのもあるんで、いろんな工夫しながらやってますけど、なかなかちょっとね、肩難しいですよね。僕の、参考がなるかどうかわかんないですけど、でも背中と胸は、かなり正直でかくなってきてる。特に背中。なんかもう、肩甲骨周りのストレッチやりまくったらめちゃめちゃでかなりましたね。肩のストレッチもね、首周りもすごいストレッチしてるんですけど、なかなかやっぱり肩のトレーニングが下手すぎるのかわかんないですけど、やっぱ腕に負けてしまいますね。はい、またちょかってポージングしてますけど、はい、こんな感じで、もうすごい人に見られてます。こいつずっとポージング取っとるわって。でも正直大事なことなんで。背中にはね、血管がね、真ん中のように走ったりしてるんですけどね。はい。で、次ですね。最後に、シュラック。一応、僧帽筋ですね。で、サイドレイズするときとかも、アップライトソロをするときでも、やっぱり僧帽筋がある程度ついてこないと、やっぱ安定してこないっていうのもあるんで、僕は最後に肩のトレーニングの最後の日に僧帽筋を入れてます。そうすることによって、僧帽筋が盛り上がると、三角筋にもすごい入りやすいんで、シュラックを最後にやってます。これドロップセットで2セットやってますね。合計だから4セットぐらいっていうような感じです。そんな感じですね、肩トレは。また上げていきます。家から持ってきまして、4食目になります。今がね、3時20分か何時かはちょっとわかんないですけど、
食べていきたいと思います。あとアボカドがね、ちょうど早く切ってしまってやってたやつがちょっと柔らかくなってきてたんですけど、それでもまだちょっと微妙っぽいですね。さっき食ったスイカの一番下っ側食ってるみたいな味でしたね。まずっとなって、ほのかにちょっとアボカドの風味があったんですけど、醤油でかけたらめっちゃうまいですよね。ギリですね。いつもね、85炊いていつも白米をラップで分けてすぐ冷凍ぶち込んでるんですけど、これね、やりすぎてしまうとね、カチカチになるんで、ちょいカチですね。ちょいカチ。うまい。肩トレめちゃめちゃいい感じでした。昨日より1週間前より2日前より全然、やっぱりね、肩も皮膚感が薄いんか、もしくはまあ肩の血管が出やすいんかちょっとわかんないですけど、肩した時だけ血管が異常に出ますね。キモいぐらいに。でなんか、ストリエーション。まあでも背中もね、今日動画撮ってたら、背中の日じゃないのに、割と血管が真ん中の、特に真ん中の方ですね。ちょっと猫背な分、やっぱり真ん中の僧帽筋あたりがすごい、僕は多分血管が出やすい、質感が良かったですね。逆にだから広背筋のこの外側、結構微妙というか、なんかまだ脂肪なのか皮なのか、またこれ多分脂肪っすよね。横っ腹ぐらいめっちゃ脂肪ありますね。はい、っていうことで、また編集今日何もしてないんですけど、ちょっと人が少なかったんでカットトレ撮れたんですけど、ちょっとカットトレのちょっと解説を細かくしようかなと思います。なんでアフレコで久々にアフレコで細かく解説していきたいと思います。はい、まあ参考になるかわかんないですけど、僕もね肩が一番苦手で、特に右側なんかがすごい左右差があってすごい入りづらいんですよね。まあ自分に合う角度とか鏡見ながらいつもやってるんですけど、まあ、ちょっとずつでかくはなってるのかなと思います。やっぱね、カロリーを減らしすぎてない分、筋肉の張りとかすごいですね。やっぱり動画で見てると、やっぱりコーヒー2杯6茶2杯は1日絶対飲むようにします。コーヒーは絶対に朝一と、あとオンライン会話の30分前と、あと6茶は2食目と4食目に飲むことが多いですね。食べていきたいと思います。ストレッチも終わりまして、マッサージも終わりまして、セルフマッサージですけど、9時20分でちょっと押してしまったんですけど、ハールド父親と、3人でボディビルディングの動画を見たりしてました。今から寝たいと思います。また明日4時に起きて、トレーニング行きたいと思いますんで、明日はポージング練習をひたすらやりまくるということで、本当に微調整ですね。では、23日にちょっと撮って2日前、撮ろうかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。